今回ははめ込み式フローリングクリックエウカの施工方法をご紹介します。クリックエウカはボンドを使わないので簡単に DIY できて元に戻せます。こちらの道具を使って DIY します。既存の平らな床面に敷くことができます。敷く場所をきれいに掃除しておきましょう。貼る床面を採寸して割り付けを決めます。今回は無駄を少なくできる乱張りで敷きます。1列目をカットしない方法。敷き始めをカットしない場合、1枚目は左奥から敷き始めます。必ず手前側と右側へサネが大きくはみ出た方を向けておきましょう。短辺はサネをまっすぐ落とすようにはめ込みます。この時、奥の壁際にはわずかな隙間ができます。奥側のサネをカットすれば隙間をなくすこともできます。1列目をカットする方法。始めと終わりの列をカットして収めるとき、中心線からフローリングの幅で割り付けて、列の両端が加工しにくい大きさになる場合は、カットしやすくなるように少しずらして割り付けます。割り付ける位置が決まったら、2列目の始めに基準線を引きます。今回は既存の板目が目印です。マスキングテープで代用しても構いません。基準線に合わせて2列目の位置に1列目を敷いていきます。右側の残りの幅が1枚分より小さくなるまで敷いたら、残りの幅を測ってカットする1枚に印をつけます。カッターで表面に切り込みを入れて、表側が山になるように折り、裏面のパッドを切り離します。カットした切り口を壁側に向けてはめ込みます。壁側がはまりにくい場合は、ヤスリで削って調整しましょう。1列目をカットするために幅定規を作ります。カットした余りの端材を20センチほどにカットして、表面の板からはみ出ている長辺のサネをカットします。作った幅定規を裏返して壁に当てながら短辺の幅で切り込みを入れていきます。敷いた順番がわかるように外します。長辺は切り込みを作業台の端に合わせて端から慎重に折って切り離します。カットした面を壁側に向けるように基準線に合わせて左側から順番通り敷いて戻していきます。前列で端をカットした余りを次の列の1枚目に使います。前列と目地が重なったり、最後の1枚の長さが中途半端になる場合、敷く列の1枚目をカットして調整しましょう。
長辺は奥側のサネを斜めに差し込みながら、短辺の左端を合わせてから倒すと、長辺のサネがはまります。左端の位置が合っていれば、短辺のサネはきれいにはまります。手でぐっと押さえて、段差や隙間がないか確認しましょう。布を当てながらゴムハンマーで軽く叩いてはめ込むこともできます。隙間ができている場合は、サネがしっかりはまっていないので、逆の手順でずれている部分まで外してからはめ込み直します。同じ工程を繰り返して、どんどん敷いていきましょう。敷く場所にかまちなど凹凸がある場合、カットする1枚を前列に合わせておき、作った幅定規と差し金で凹凸の形に線を引きます。この字や L 字で切り抜く場合、線に沿ってノコギリで切り込み、残りの線にカッターを入れ、切り込みに沿って折ります。裏面のパッドを切り離して、凹凸部分にはめ込みます。敷き詰める場合、最後の列は必ずカットが必要になります。凹凸のカットと同じように前の列と重ねておき、幅定規を使ってカットしましょう。カットした切り口を壁側にして、最後の列をはめ込みます。壁際の隙間を埋めるためにコーキングを使う方法もあります。床材や幅木に合う色のコーキングを入れて、はみ出た部分があったら拭き取りましょう。クリックエウカの取り外し方。敷いていった工程と逆の順で外していきます。長辺のサネが大きく出ている方を持ち上げて、斜めに傾けて外しましょう。この時、手前の部分全体を持ち上げるようにすると、短辺のサネもきれいに外れます。短辺は右だけ斜めに持ち上げて外そうとすると、サネが壊れて跡が残ってしまいます。最後にはめ込んだパーツから外し始めましょう。ヘラを入れ込んで、はめ込んだ時と逆に外します。壁際や角などは破損しやすいので再利用できない場合もあります。カットしていない部分は持ちやすい枚数でまとめて、ストレッチフィルムなどで巻いておくと運搬や保管が楽にできます。元の位置へ同じように敷き戻す場合は、壁際のカットしたパーツに番号などの印をつけておきましょう。この外してまとめるを繰り返します。あっという間に撤去完了。